皆様こんにちは。いつも動画を見てくださりありがとうございます。なんかね、さっきインスタで10月のバンコクの公演がね中止になったっていうお知らせがねここにありますけれどもね、なんか unforeseen circumstances、ね、予期せぬ事態のためなんてちょっと意味深なこと書いてあってね気になるんですけれどもね、はい、後でまたね何か分かったらシェアさせていただきます。はい、さてね、サマソニも終わってね、はい、インタビューの動画面白かったね。8月24日にもね、なんか For Everybody's Summer Sonic っていうのをね、コーナーでオンエア予定っていうことで、それも楽しみですよね。なんかエルちゃんさくらんぼ好きなんですね。巨体のエルちゃんがねちっちゃなさくらんぼ食べてたらすごい可愛いだろうね。はい。というわけでね、先日のサマーソニックね、本当に素晴らしかったです。エルミンさんのね、なんとも神聖なっていうかね、ステージ、そしてそこにサプライズで登場した風さんね、はい、2人のね、声が一つになった瞬間、まさにね、言葉にできないほどの愛とエネルギーに満ちてましたよね。あのでもね感動的なね空間ね、そして SNS でのファンの皆さんのいろんな反応を見てる中でね、私一つちょっととても大切なことについてね深く考えちゃったんですよ。はい。梶さんがねいつも私たちに音楽を通じてね届けてくれている本当のメッセージって一体何だろうっていうね、まあ原点に帰るというかね、そういうことですね。はい、今日はね別に誰かを批判したりねどっちが正しいとかいうお話をしたいんじゃないんですね。私日頃ねあんまり他の人のSNS とかねあんまり見たりしないんですよ。YouTube もそうなんですけど、時間もないのでねボンビー暇なしなもんでね。でそうなんですけど、でもねたまたま今回ねちょっと風さんのインタビュー気になったもんでね、ブログとかねYouTube とかいろんなねインスタとかいろんな SNS などでね風さんを応援していたり発信している方々の言葉とかねファンの皆さんのコメントを見させていただいたんですけれどもね、ちょっとまたねいろいろ見えちゃってきたんでね、はい、私たちがねこう一歩進んだファンとしての心の在り方っていうかね、なんていうかね、なんか大げさだけど一緒に優しくね立ち止まって考える時間にできたらいいなって思ってます。ぜひね最後までお付き合いください。まずねサマソニでのね風さんの佇まいなんですけどね、あれについて振り返ってみたいんですけど、あの日風さんあくまでもねエルミンさんのステージのゲストとして出演されましたよね。ステージの上でもね風さんはエルミンさんを指さしてね彼が主役だよっていうことをね観客に伝えようとしていましたよね。でねJ-WAVE のねサッシャさんねによるインタビューの時もね、風さんどこか恐縮しているっていうよりねなんか居心地よくなさそうなシャイなリアクション取ってるところがありましたよね。どうして風さんあの時ねあんなに居心地悪そうだったんだろうってねそう思った方もいるかもしれませんね、敏感な方ならね。でもこれってね風さんが自分の立場を100%わきまえていたからではないでしょうか。相変わらずだなってね私は思ったんですけどね、風さんの中には今日はエルミンの素晴らしい世界をみんなに届ける日、はい、自分はそれをね少しお手伝いしに来ただけっていうねもう我欲のないまっさらの気持ちがあったんだと思いますよ。だからこそねインタビューが始まった時にね真っ先に自分にスポットライト当たっちゃったりね自分の単独のワールドツアーの話にね焦点が移ってしまった時に主役であるエルミンさんへのね申し訳なさとか配慮ね、なんか一瞬戸惑ってしまったのかなって感じるんですよね。梶さんは常にね自分っていうねエゴが本当に薄い方ですよね。それに対してねファンの方々のねさっき言ったいろんなリアクションを見てたんですけれどもね、前回の動画のコメントでもねちらっといただいたんですけれども、ちょっとこれはって思ったこともね皆さんあるでしょ。はい、もちろんね大好きな風さんがね突然現れてね興奮しちゃう気持ちは痛いほどよく分かりますけれどもね、でもエルミンさんのステージであるにもかかわらずね、はい、
ね、なんていうかね、ね、それがもう思いっきりね、ね、風さんの名前だけをね、大声で叫び続けてしまうのはね、風さん一番ね、なんていうかね、大切にしているその場のね、調和っていうかね、相手へのリスペクトっていうかね、そういうものと少しずれちゃうのかなっていう気もしますよね。もちろんね、風さんの単独のライブだったらもう思いっきりね、叫んでいいんですよ。もういや、むしろその方が風さんもね、盤面さんも燃えますからね。それがライブのエネルギーですからね。だけどね、今回はね、エルちゃんのライブだからね、あくまでもね、風さんを愛する私たちだからこそね、風さんがリスペクトする相手に対してもね、同じように敬意の目を向けられる心の余裕を持てたらもっと素敵ですよね。あとね、風さんがね、インタビューの中でね、ワールドツアーに対してね、余裕があれば無理してこなくていい、余裕があればでいいと、無理してこなくていいみたいな意味のことを言いましたよね。それに込められた本当のね、この風さんの慈愛っていうものについてね、お話ししたいと思うんですよ。これね、ファンの間で結構大きな話題になってたようですね。風さんがね、ライブやこれからの活動に向けて発してくれたね。はい。無理してライブに来なくていいからねっていう感じね。時間と余裕があれば来てくださいっていうメッセージですね。この言葉聞いた時ね、皆さんどう感じましたかね。長くね、風さんを応援してるね、インフルエンサーの方とかいろんなコメントの中にはね、だって行きたいんだから行くよとかね、何が何でも行きたいんだから無理するに決まってるじゃんとかね、自分は風さんのライブ行ったけどめちゃくちゃ素晴らしいからね、あなたも絶対行くべきみたいなね、少しお茶目にね、でもすごい情熱的に返されてる方もいらっしゃいました。そうは言ってもね、チケット争奪戦すごいからね、これ現実問題として行かれない人の方が圧倒的に多いわけですよね。絶対行くべきとか言われてもね、ますます行きたくてもう行かれないっていうね、ものすごい苦痛にたくさんのファンが追い込まれちゃうんじゃないですかねってちょっと心配になっちゃったんですよ。でね、来なくてもいいなんて言われたらね、寂しいって感じた方もいらっしゃったかもしれませんけどね、そのどうしても風さんに会いたいっていうね、純粋なエネルギーはね、自体は決してね、悪いもんじゃないですよね。自然に湧いてきてしまうものだからね。私の食欲と同じでね、ところでね、今年とうとうね、うなぎ食べなかったんだけどね、食べられなかったっていうかね、イワシのかば焼きね、美味しかったですよ。はい、山椒かけてね。はい。何の話だっけ、そうそうそう。でね、もし、もう少しだけね、視点を高くしてね、風さんがなんでその言葉を発したのかっていうね、彼の心の奥にある慈愛というものに耳をね澄ませていただきたいんですよね。はい、なんていうかね、風さんは自分のコンサートにファンの皆さんがね、生活を切り詰めたり体調を崩したりね、あるいは猛暑の中で危険な思いをしてね、したりまでしてくることを全く望んでないですよね。私藤井風という存在とかライブをね、あなたの人生の依存先にしないでねと。私のライブに夢中になりすぎてね、あなたの、目の前にある、はい、大事な日常とかね、身近な幸せを見落とさないでねと。風さんはそう言ってくれてるのではないでしょうかね。はい、私たちの生活、私たちの安全、私たちの心身の健康、風さん何よりも最優先にね、心から心配してくれてるんですね。これってね、究極の利他の愛、プレーマですよね。それに対してね、私たちはだって自分が行きたいんだから無理してでも行くって返してしまったら、これだとね、風さんが届けてくれた大きな愛のメッセージをね、自分の見たい、満たされたいっていうね、小さな欲求の枠の中にね、キュッと詰めちゃってね、それで解釈してしまっていることにならないでしょうかね。長くね人生を経験してきたね、ベテランのファンの方もいっぱいいらっしゃいますよね。そしていろいろな人生の荒波を乗り越えてきた大人だからこそね、風さんのこの神聖な視点からのこの優しさね、これをね、無視してね、ただのエンタメとして浪費しちゃうんじゃねなくて、深くね噛みしめて受け止める余裕を見せてほしいんですね。それこそ背中をね、これ新しいファンにね見せていけたらいいなと思うんですよ。それでね、ここで
モーハと言いますけれどもね、執着から真実の愛プレーマへね、どう移行するのかっていうことですよね。そして風さんをこれね、神格化しちゃうっていうことの危なさについてね、今日は語りたいんですよ。でね、風さんの音楽やね、哲学のそこにはね、精神的な素晴らしい知恵が流れてるんですね。禅ではね、般若の知恵なんて言いますけれどもね、その中にね、その今言ったモーハ、執着の愛っていうのと、プレーマね、神聖な無条件の愛っていうのがあるんですけれども、何が何でもね、風さんのライブに行きたい、風さんを見ていたい、応援している自分でありたい、これはね、対象がどれだけ素晴らしいアーティストであってもね、本質的には自分を満たすための欲なんですね。つまり執着の段階かもしれません。そしてね、この執着がね、少し行き過ぎてしまうとね、私たちはある危険な罠に陥っちゃうんですよ。それがね、藤井風さんという人を神格化するっていうことなんですね。風さんはね、それはどこか天使や菩薩のようにも見えますよ。本当に美しくね、神聖なルックスを持っていらっしゃいますよね。だからね、彼を特別な神様のような存在として崇めたくなっちゃう気持ちも無理はありません。ね、私の目にもね、菩薩さんに見えますしね、はい、やっている行いはもう菩薩様そのものですよね。だけどね、ここで本当に大切なのは、風さん自身も私たちと同じようにこの世界を生きていて、悩んでいて、学びを続けている一人の修行者なんですよ。はい。風さんが菩薩ならね、私たちもみんなが菩薩なんですよ。はい。それ忘れないでほしいんですね。でね、もし私たちがね、風さんを自分たちとは違うはるか上の絶対的なね、なんか神様のように扱ってね、彼の言葉をもうめくらのようにね信じちゃったり、彼に依存しちゃったりし始めちゃったら、それは一歩間違えたらもうカルト的な心の在り方へとつながってしまうかもしれないんですよ。はい。それはね、風さんが最も望んでいないことですね。非常に危ない状態だと思います。でね、実はね、禅の世界にはね、仏に大手は仏を殺しっていう言葉があるんですよ。はい。これ仏って読んでもいいけどね、仏に会ったら仏を殺しなさいと。で、祖に会ったら祖を殺せと。先生に会ったら先生も殺しちゃえと。少しね、物騒ぎな言葉があるんですけど、これは決して不謹慎な意味じゃなくてね、もし目の前に素晴らしい仏様が現れたとしても、はい、その姿に執着してしがみついてはいけないっていうことなんですね。でそれはね、その外側の仏を崇めるのをやめた時にね、初めて自分自身の内側にある本当の仏、仏性と言いますけどね、神としての自分に目覚めるんだよという教えなんですけどね、これちょっと難しいからね、このぐらいにしとくけど、またね、20世紀の偉大な思想家であるね、私の好きなクリシュナムルティもね、いつも私の言うことを鵜呑みにするなって言ってます。自分で確かめなさいと。自分自身が自分自身の光になりなさいって言い続けたんですよ。もう自分自身へのね、クリシュナムルティへの執着や崇拝を徹底的に拒否したんですね。もう絶対教祖にはならなかった人なんですよ。はい、でね、風さんがね、いつも歌を通して私たちに伝えてくれてるのもまさにこれと同じことではないでしょうかね。今ね、風さんのチケットね、日本中世界中で本当に入手困難になっちゃってますよ。そんな中でね、もし影響力のある人がね、風くんのライブは本当に素晴らしいからみんな絶対に行こうよっていうね、無邪気なメッセージに触れるとね、チケットが当たらずにね苦しんでいる方々、とってもきつい気持ちになったりね、置いてきぼりにされたようなね寂しさが生まれてしまうかもしれませんよね。でもちょっとここでね視点を変えていただきたいんですよ。はい、実際のライブ会場ってね、実はそれなりにきつかったりもしますよね。ものすごい人混みね、移動の疲れ、はい、体力をね消耗する暑さとかね、はい、そして待ちに待ってね、ライブが始まったら本当一瞬であっという間に終わっちゃうんですよね。はい、でね、それに比べてね、冷房の効いたお家やね、自分の落ち着く空間でねヘッドホンつけたりね、スピーカーからね、
もう流れる音源をねじっくり聞く時間、あるいはね後で出されるねファンカムの映像とか、配信をゆっくり見る時間ってどうでしょうかね。風さんのね細やかな息遣いね、ピアノの繊細なタッチとかね、歌詞の一言一言に込められた深いメッセージ、そういうのを誰にも邪魔されないで自分のペースで五感を研ぎ澄まして受け取ることはできますよね。これってね実はものすごく贅沢で最高に豊かな時間だと思いませんかね。風さんが教えてくれている全ては一つっていう言葉を思い出すとね、別の景色が見えてくるんですよ。風さんがねステージから放つ愛ね、それがプレーマーかもしれません。それは物理的な距離とかチケットのありなしなんていうちっぽけな境界線はるかに超えてるんですよ。この地球上の全ての人に等しく注がれているんです。どこにおっても見てますからって言ってますよね。だからね会場に行けたからといって特別なファンなわけでもないし、行けなかったからといってね風さんとのつながりが薄くなるわけでも絶対にないんですよ。むしろね目の前の日常の中で私は今ここで風さんの音楽を最高に贅沢に楽しんでいる。そして会場にいるみんなの幸せを祈ろうと思える、こういう心のゆとりといいますか平穏といいますかね、それこそが何が何でもしがみつこうとする執着を超えて最も純粋なみんなに愛を送るというこれ風さんのミッションですよ。この風さんのミッションへの参加ができるんですよ。発信をする私たちもですよ。例えば私なんかねもうしがない新米の YouTuber ですけどね、それなりにいつも考えているんですけれども、自分が行けてよかった、素晴らしかったからぜひ行ってねっていうことはねちょっと言えないですね。個人のエゴだけでねそうやって語るんじゃなくてね、今この瞬間にチケットがなくて切ない思いをしている仲間の心にも優しく寄り添える視点を持っていきたいと思ってるんですよ。風さんならきっとその行かれなかった人の心を一番強く抱きしめてくれると思うんですよ。当たらなかった人はだからすんごいラッキーなんですよ。風さんが絶対一番熱いハグをしてくれてますよ。ひょっとしたらチューしてくれますよ。もちろん空気のチューですよ。たくさんいるからね。チューチュータコかいいなって順番にやるかもね。でこの全ては一つっていうことなんですけれどもこれ別の言葉で言うと空っていうことなんですよ。そこは上も下もありません。長く生きてるから経験があるから若い人より分かっているとかそんなこと全然ないんですよ。もう年上も年下も何にもないの。長く人間やってても経験が財産になっていない人いるし風さんみたいに20代で結構分かっちゃった人もいるので人間としての優劣っていうのは時間なんてものでは測れないんですよ。第一優劣なんて最初からどこにも存在しないんです。風さんが素晴らしいのは彼が神様の使いだからとかではなくて私たち一人一人の内側にも同じように光り輝く神聖な愛があるんだよっていうことを自分の音楽を通して必死に思い出させようとしてくれているからではないでしょうかね。風さんを神格化してしがみつくのは彼に対する本当の愛じゃないです。それは自分の不安を埋めるための執着になってますね。真のプレーマっていうのは相手の願いを第一に願うことですよ。自分のエゴを手放すことですね。クリシュナムルティは本当に愛することっていうのは相手を深く理解することだと言ってるんですよ。だから真の風ファンなら本当に風さんを愛したいなら彼を深く理解することこそが本当に彼を愛するっていうことじゃないでしょうかね。たとえ今時間やお金の余裕がなくてあるいは体調が優れなくて風さんのライブに行かれない状態だったとしても風さんがそう言ってくれたから私は今自分の目の前にある生活を精一杯愛そう、何よりもあなたの幸せを優先してくださいって言ってくれてるんだからその通りにそして遠くからの彼の幸せとミッションの成功を祈ろうと
思える心ね、これこそが上も下もない対等な存在としてね、風さんが本当に望んでるファンの心の平穏なんですね。私たちが彼のミッションにね、真のファンとして参加するっていうことなんだと思いますよ。風さんがね、Help Ever Hurt Never ね、はい、そして Love All Serve All ねと歌うときね、すべてを愛しすべてに仕えるねと歌うとき、そこには一切の押し付けもエゴもないですね。私たちファンができるね、一番のね、はい、ファンができる一番の風さんへの恩返しっていうのは、恩返しっていうと大げさだけどね、彼をアイドルとかセクシーシンボルのように消費したりね、まあ綺麗な人だからしょうがないかもしれないけどね、そして神格化してしがみついたりすることじゃなくって、彼が教えてくれた愛と調和っていうのをね、まず自分自身の足元の生活の中で実践することなんだよね。自分が実践すること、はい、無理をしないでね、自分の心と体を大切にすること、はい、自分の周りにいる人、一番近い人たちを大切にすること、はい、そして執着を手放してね、今あるものに満ちていくものを感じることじゃないですかね。ベテランのね、風民さんたちもね、新しくファンになった風民さんたちもね、みんな風さんのことが大好きっていう気持ちは一つですよね。はい、だからこそ表面的なね、熱狂の先にある風さんの美しいね、この何て言いますかね、精神性の革新をね、みんなで一緒に大切に育てていけたらいいなって思っています。皆さんはね、風さんの無理してこなくていいよっていう意味の言葉ね、何よりもあなたの幸せを優先してください。どんな風に胸に受け止めましたかね。ぜひ皆さんの温かい気づきやね、優しいお考えを、はい、教えて、コメント欄で教えていただければと思います。はい、このチャンネルではともすれば神格化されがちな風さんですが、その人間らしく愛に満ちた音楽活動を追いかけながら、その精神性を深く理解し、風さんと共に楽しく生きるコツをご一緒に学ぶチャンネルです。なんかうさんくさいけど、とりあえずまた見てみたいやと思われましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いつもびっくりするくらいのハイプ、グッドボタンの応援に心から感謝いたします。皆さんの毎日が穏やかな愛と平穏で満たされますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。